今日は、ホットバイクジャパンについて喋りたいと思います。ホットバイクジャパンも、だいぶ昔から、購読させてもらって読み漁ってた一つの日本のハーレー雑誌です。ホットバイクジャパンは私からしたら、20歳ぐらいから見てて、見やすい、写真が大きいっていうのがあって、バイク一台一台、カスタムにすごい焦点を当ててくれてるから、アメリカのバイクであったり日本のバイクであったりとか、カスタムにすごい特化して見れるっていうか、だから食い入るようにホットバイクジャパンを見てカスタム車両を見れるっていうのがありましたね。例えばこれ手元にしてるのが、ホットバイクジャパンの、34号1998年ですね。もうこうやって見てもすごい懐かしくて、その時自分がどうだったかなっていうことも思い出されるぐらい、やっぱその一冊一冊に読んでた時の自分の時代背景が思い出されるっていうかありますね。こういうネスの車両とかそういうのもね、やっぱホットバイクジャパンですごいよく見てたのも思い出しますね。あとメカに対するその講座っていうか整備の仕方とかそういうのも細かく出てて、見やすかったっていうのがあってよく細かく見てたですね。あともうコラムがあったりとか、編集長の池田さんのコラムであったりとか、そういうのもよく読んでましたね。ホットバイクで、そのカスタムに特化して見やすかったっていうとこがあって、特に自分の中でよく覚えてるのがクールブレーカー、ホットドッグの川北さんが主催になって行われたクールブレーカーっていうカスタムバイクのその大会があって、それを私もその20代前半の時、まだ、ショップに働く前から、横浜に行って実際カスタム車両を見てたんですけども、それも全部、こうやってホットバイクを通して一台一台すごい大きく写真で取り上げられたんで、すごい見やすかったんですよね。またね、やっぱ時代が今とは違うから、例えばこの時2000何年だろう、これが2000年のホットバイクでクールブレーカー95台、95台っていう本当今とはちょっと全然違うっていうか、数は少ないんですけど質がすごい高かったですよね、私のイメージでは。それをホットバイクが取り上げてくれてるからすごい見やすくて、2000年ぐらいから私の中でホットバイクイコールこのクールブレーカーっていうのを意識して見てたんですよね。でホットバイクジャパンが私が、修行時代でワイルドロードに入ってやってる時に初めてお会いして、デッチの私のことも気にしてくれて、いろいろ声をかけてくださったりとか、すごいありがたいお言葉をいただいたりとか、頑張れ頑張れっていうことを言っていただいて頑張っていこうと自分で思うところが多々あって、あの言葉とかは今でも覚えてますね。で修行時代で、ホットバイクの池田さんお会いさせてもらって、話してで、月日が経って、私が9年の修行を終えて、リボルトカスタムサイクルズを大阪で開業した時ですね。いつかはやっぱ自分もホットバイクに取り上げてもらえるようにならなければならないっていう思いがあったから、でそのタイミングが来たのが神戸のニューオーダーチョッパーショーで優勝した時ですね。その時にホットバイクジャパンが、取り上げて優勝したっていうので取り上げてくれて、すごいそれも、池田さんからやっとここに来たんだなとか、待ってたぞとかいろんなことをおっしゃっていただいて、やっぱその修行時代の背景を知ってる人だからこそ言える言葉があって、すごいそういうのも鮮明に覚えてますね。これが、第9回のニューオーダーチョッパーショーのホットバイクの記事なんですけども、
ここで、ベストオブチョッパーというので、私が優勝して、その時のことをやっぱりもう写真が大きくてしかも綺麗ですごいありがたいし映えるっていうか、読者の方も多分私と同じバイクが見やすくてっていうのがあるんじゃないかなと。で初めて自分のお店で車両が乗ったから鮮明にやっぱこれは覚えてますね。でそれをきっかけに、僕も、どんどんカスタムショーに、毎年毎年出すようになってたから、で、池田さんともホットバイクジャパンともよくお会いするし、店に来ていただいて、池田さんならではっていうかホットバイクならではっていうのが、ビルダーが作るカスタムバイクを池田さんが乗って、でそれをインプレッションっていう形で記事にするっていうのがホットバイクジャパンのその一つのホットバイクジャパンの売りっていうか、すごいいいところっていうのがあったんですよね。で2015年に私が作ったショベルのカスタム車両で、池田さんが、こういうふうに、来店していただいて実際、車両に乗ってインプレッション書いていただいてっていうのがありますね。もう自分が、そのカスタム車両に乗って思ったことをそのまま記事にするっていうか、それが独特っていうかなかなか他の雑誌ではないんで、これが例えばクラッチを握ってミッションを入れ走り出す、どっしりと安定した車体、交差点で左右、右折を繰り返してもハンドリングに癖はなく、ホイールベースの長さを忘れさせるその走りはこのチョッパーに与えられたディメンションの正しさを証明しているとか、こういうのを自分が乗って、池田さんもだからかなりの車両乗ってきてるし、自分もチョッパーが好きで、それを自分たちは下の世代がバイクを作ってきて、自分が乗ることによって自分の経験も伝えていくっていうのが池田さんのやり方だったかなと。それはすごいありがたかったですね。ホットバイク169、2020年アメリカに持って行ってイージーライドですで、優勝したトライデントファンヘッドのチョッパーを取材しに来ていただいて、それの、ロングインタビューっていうかそういう感じで、記事にしていただいたんですけど、私が走っている走行シーンであるところとか、池田さんと並行して、私が乗って運転してるとこを撮っていただいてるんですけど、あれも一日がかりで撮影しててすごい記憶に残ってますね。楽しい一日だったなっていうのがあって、で実際、店内で撮影していただいて、今の店舗じゃなくて前の店舗の時でしたね。ホットバイクジャパンに自分のお店としてこうやって、出していただくようになって、池田さんとも特に修行時代を知ってる池田さんがカスタム、例えばニューオーダーチョッパーショージョインツとか他の場所でも、声かけていただいて、挨拶させていただいて、そこでいろんな話ができてっていうのはもう私の中でものすごい財産になってるんで、鮮明に覚えてることもいっぱいあるし、今171号かな、ホットバイクジャパンが、出たのがで2ヶ月に1回っていうペースで今までやってこられて、もうこれは本当すごいことだし、日本のハーレー・ダビッドソン愛好家っていうかバイカーたちにも多大なる影響を与えたのじゃないかなと。当然私もその一人ですし、池田さんの功績っていうのは、もう純粋にすごいことを成し遂げたなと思います。今回池田さんが亡くなったっていうことで、皆さん気持ちは一緒だと思うし、私の中でも本当辛いことだけど現実を受け入れなければならないと。ホットバイクジャパンが今後どうなるかはそれは分かりませんが、私にはまだ分からない話だし、ただ池田さんとの思い出っていうのは、一生、私の記憶にはあるものなんで、同じ時間を共有できたっていうのが私の財産になりますね。今日はホットバイクジャパンについてお話ししました。ありがとうございます。Somebody loves, who is it profit after all?